今回はリアルな画像が作れると話題のフラックスを簡単に使う方法をご紹介します。フラックスを使用するとこのような画像を生成できます。かなりリアルな画像が生成できているかと思います。フラックスで生成した画像にディープフェイクを加えたり高画質化することでよりリアルな画像に仕上げることもできます。フラックスは導入が本来複雑なのですが、今回ご紹介するツールを使えば誰でも簡単に使えるようになります。導入部分で断念してしまった方やまだ試したことがない人はぜひ参考にしてみてください。それでは早速詳細を見ていきましょう。まずは概要欄のリンクからこちらのページを開きます。無料で開始というボタンがあるのでこちらをクリックしましょう。するとこのような画面が表示されます。お好きなログイン方法で良いのですが Google ログインが簡単だと思います。ログインを終えるとこちらのページに遷移します。英語ばかりで難しく感じるかもしれませんが慣れてしまえば簡単なので安心してください。こちらのページでは使用できるアプリがたくさん紹介されています。例えば一番上のこちらはステーブルディフュージョンが簡単に使えるアプリになっています。その他にもたくさんのアプリがあるので気になるアプリがあるかどうか探してみてください。それではフラックスを使う方法について見ていきましょう。左側に My Apps という項目があるのでこちらをクリックします。するとこちらに先ほどのアプリ一覧が表示されます。矢印を押すと別のアプリが表示されます。この中からこちらのアプリを選択します。ホバーするとクイックスタートという項目が出てくるのでクリックして先に進みましょう。いろいろと項目が出てきますがほとんどはデフォルトのままで大丈夫です。バージョンについてはレイテストが最新という意味合いなのでこのままにしておきます。次の項目についてですがクリックするといろいろと選択肢が出てきます。これは1時間につきどのくらいの金額で使用するかという選択肢になります。高ければ高いほど精度や生成スピードが速くなるくらいの認識でいいと思います。一番安いプランだと1時間70円ほどで使用可能です。ここではひとまずラージプランを選んでみましょう。こちらの時間はタイマーのようなものです。例えば接続を切り忘れたとしても自動的に設定した時間でシャットダウンしてくれるという仕組みです。詳しくは後でまた説明しますが30分や1時間で問題ないと思います。ではクリエイト&スタートボタンを押して先に進みましょう。するとこのような画面に遷移します。こちらは早送りしていますが1分ほどで完了します。ローディングが終わると生成画面が表示されました。ステーブルディフュージョンを使ったことがある人なら馴染みのある UI かと思います。右上の閉じるボタンを押せばより大きな画面で見ることができます。これで準備は完了です。こちらには先ほど設定した時間がカウントされています。ただボタンを押していくだけで生成画面までたどり着けるので従来のステーブルディフュージョンをインストールする作業よりもはるかに簡単なのが伝わったかと思います。それでは早速フラックスを使ってみましょう。左上に UI という項目があるのですがこちらからフラックスを選択しましょう。選択し終わったらこちらにプロンプトを入力していきます。まずはキャットとだけ打ってジェネレートボタンを押してみましょう。一番最初は少し生成に時間がかかる印象があります。早送りしていますが実際は30秒くらいかかったかと思います。出来上がった画像を見てみるとかなりリアルな猫を生成してくれているのがわかります。ネガティブプロンプトなども入れずにこのクオリティを生成してくれるのでやはりフラックスはなかなかすごいことが伝わるかと思います。こちらのバッチカウントという数字を変更すると変更した枚数だけ画像を作ってくれます。他の例も見てみたいので4枚生成してみましょう。2枚目以降はこのように残りの秒数がメーターで表示されさらに生成スピードも速くなるような印象があります。そうして出来上がった画像がこちら。どの画像もかなりリアルな猫が生成されています。それではチェックポイントという項目を押して違うモデルでも試してみましょう。プルダウンでいろいろな項目が出てきますがフラックスから始まるものを選びましょう。
試しにこちらのチェックポイントで同じく CAT で画像を生成してみます。出来上がった画像を見てみると、先ほどとは少し違う雰囲気の猫を生成してくれました。どちらがいいというわけではないですが、相性の良いプロンプトなどがあるので、いろいろなチェックポイントで試してみることをお勧めします。では、少しプロンプトを追加してみましょう。黒い猫が渋谷の街を歩いているといった意味合いのプロンプトを入力してみます。出来上がった画像がこちら。猫は比較的リアルに生成してくれていますが、看板の文字がかなりカオスな状態になっています。フラックスはデフォルトでは日本についての学習は少し不足している印象があります。では人物についても猫と同じようにリアルに生成できるか見ていきましょう。一人の女性がソファーに座っているという趣旨のプロンプトで生成してみます。しばらく待っていると画像が出来上がりました。かなり良い感じに生成してくれています。高画質化する前なので人物には多少 AI 感はありますが、特に背景がリアルなのが特徴的です。手や足がおかしく生成されてしまう場合は、生成するサイズ感を調整してみてください。こちらの項目で縦と横のサイズ感を変更することができます。一度数値を低くして生成してみましょう。出来上がった画像がこちらです。ステーブルディフュージョンでもそうなのですが、サイズを小さくした方が手や足がうまく生成されることがあります。もちろん先ほどよりは画質が下がってはいますが、一度小さいサイズで生成してからその後高画質化するという選択肢は覚えておいて損はないと思います。一度に高画質化を行いたい場合は、こちらのハイレゾフィックスという項目にチェックを入れましょう。何倍に高画質化するか選択することができますが、ひとまず2倍のサイズ感にしてみましょう。するとこのような画像が出来上がりました。かなりリアルになってきたのがわかるかと思います。まずは小さいサイズに設定してから、それをハイレゾフィックスで高画質化するというやり方で画像生成をすると、綺麗な画像が生成されやすくなります。この方法を知っているか否かだけでも、生成する画像の質感が変わってくると思うので、ぜひ参考にしてみてください。今回ご紹介したツールは MimicPC というツールです。冒頭でもお伝えした通り、RVC だったりConfUI だったり、導入が複雑なアプリもワンクリックで簡単に導入できます。ハイスペックな PC を購入しなくても良いので、今まで使用するのを断念していた人にはとてもおすすめです。また最後まで見ていただいた方にちょっとした特典があります。概要欄のリンクから会員登録をすると1時間の無料利用と 50GB 分の無料ストレージが使えるようになります。課金をしなくても試しに使うことができます。詳細は概要欄に記載していますので、ぜひチェックしてみてください。Twitter では最新情報を、Instagram ではお得情報を発信しているので、まだフォローしていない方はぜひ覗いてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴いただきありがとうございました。